ヨナ書一章一節、アミタイの子ヨナに次のような主の言葉があった。ヨナは預言者であり、アミタイの子であると身元が確認されます。ヨナ書一章二節、立ってあの大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べ。彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。これはニネベの町に行くようにというヨナに対する神様の召しと任命です。ニネベの町はあの大きな町と呼ばれています。ニネベはアッシリア帝国の首都でチグリス川のほとりにありました。その当時、ニネベの町こそ世界の権力でした。町の大きさについては後から取り扱います。この書の中で町の大きさが2度強調されているからです。ここでは実際町の邪悪さが強調されています。大きな町でしたが、悪で大きい町だったのです。その悪はあまりにもひどく、神様の見舞いに悪が上っていっていました。そして神様はその町をお裁きになると心に決めておられました。それはこの町が神様に立ち返らなかったらの話です。ヨナ書一章三節。しかしヨナは主の御顔を避けてタルシシュへ逃れようとし、立ってヨッパに下った。彼はタルシシュ行きの船を見つけ、船賃を払ってそれに乗り、主の御顔を避けて皆と一緒にタルシシュへ行こうとした。ヨナはニネベに行くためにはイスラエルから東に行かなければなりませんでした。彼はとても奇妙なことをします。最初にタルシシュに向けて出発する切符を買うのです。タルシシュはスペインの南海岸にある西の偏僻な場所にありました。ヨナは神様に従わないことを決心し西へ行くのです。ヨナはなぜこんなことをするのでしょう。1、ヨナはニネベ人たちを憎んでいました。そして彼らに救われてほしくありませんでした。アッシリアは古代世界の中で最も残虐な国の一つでした。捕虜を砂漠の砂のところへ連れて行き、その人を首まで砂に埋めるというものでした。2、もし自分がニネベに裁きのメッセージを持っていき、町の人々が神様に立ち返ったら、神様は彼らを裁かれることをせず、町をお救いになるということをヨナは知っていたということです。ヨナはあの町に救われてほしくはありませんでした。3、彼が神様の不従順な預言者だったからです。4、旧約聖書の中では神様は一度もご自分の使者を宣教師として他の国々に使わされてはおらず、今日神様が使っておられる方法とは逆でした。ヨーロッパ、アジア、アフリカという3つの大陸が合流する世界の十字路に位置している国として、イスラエルは世界の十字路で神様に仕え、神様を礼拝することによって証しをし、世界が彼らのところにやってきたのです。ヨナ書一章四節。さて、主は台風を海に吹きつけられた。それで海に激しい暴風が起こり、船は難破しそうになった。さて、主は大風を海に吹きつけられたと書かれています。神様がこの嵐を起こされました。そのことを最初に言っておきたいと思います。この嵐は超自然なものなのです。ヨナ書のこの箇所では神様が良い目的のために嵐を用いておられます。神様はこの嵐を用いて町を救おうとしておられるのです。神様は逆方向に行っていた預言者の向きを変えさせ、彼が正しい方向に行くようにされます。ヨナ書一章五節。水夫たちは恐れ、彼らはそれぞれ自分の神に向かって叫び、船を軽くしようと、船の積み荷を海に投げ捨てた。しかしヨナは船底に降りていって横になりぐっすり寝込んでいた。この水夫たちは地中海によく慣れた船員たちであり、彼らはこの嵐が自然の嵐でないことに気づいています。ヨナは確かに神様の御心から外れ、逆方向に、つまり実際神様の御前から逃げています。彼はニネベからできるだけ遠くへ行きたいとタルシシュに向かっています。それでも彼は全てのことがうまくいっていると確信しています。彼は水夫たちさえも怖がっているこの嵐の中でも眠ることができるのです。そしてこの水夫たちは一団の異教徒たち、つまり全ての種類の神々を礼拝している人々なのです。これこそ人生の高慢です。ヨナ書一章六から7節。船長が近づいてきて彼に言った。一体どうしたことか。寝込んだりして起きてあなたの神にお願いしなさい。あるいは神が私たちに心を止めてくださって私たちは滅びないで済むかもしれない。皆は互いに言った。さあ、くじを引いて誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったかを知ろう。彼らがくじを引くとそのくじはヨナに当たった。船長はヨナに、おい、そこの寝ぼすけ、あなたはこんな嵐の中でよく眠っていられるな、と言っているようなものです。7節。明らかに神様がこのことの中におられてくじを使われたのですが、それは神様がくじを引くことを認められたという意味ではありません。神様は人の憤りをご自分への賛美に変えられ、同時に人間の迷信をも賛美に変えることがおできになるのです。ヨナと一緒に船に乗っていた水夫たちは迷信深い連中でした。神様は彼らの迷信を使われました。彼らはくじを引き、そのくじはヨナに当たったのです。何が起こったかを見てください。ヨナ書一章八節。そこで彼らはヨナに言った。誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか。告げてくれ。あなたの仕事は何か。あなたはどこから来たのか。あなたの国はどこか。一体どこの民か。
神様の御心から外れてしまっている人は神様のために効果的に証しすることは決してできません。ヨナが彼らに何を話さなかったかに注目してください。何よりもまず最初に彼らはヨナにこのとんでもないことが俺たちの上に降りかかったんだから、あなたの仕事は何なんだい。ヨナは誰にも自分が預言者であることを話していませんでした。そのことは黙っていたのです。彼は自分が生ける神様を代表する預言者として希望と救いのメッセージを携えてニネベに行くように召されたのだということを説明しませんでした。そのことは何も言わなかったのです。なぜでしょう。彼が全く神様の御心から外れてしまっていたからです。ヨナ書1章9から10節。ヨナは彼らに言った。私はヘブル人です。私は海と陸を作られた天の神、主を恐れています。それで人々は非常に恐れて彼に言った。なんでそんなことをしたのか。人々は彼が主の御顔を避けて逃れようとしていることを知っていた。ヨナが先にこれを彼らに告げていたからである。私はヘブル人です。これだけで多くを意味していました。ヘブル人は一神教であることが知られていました。つまり彼らは唯一の神様を礼拝し、決して偶像を拝みませんでした。彼らは作り主である神様だけを礼拝し、他には何一つ神々を持っていませんでした。ヨナは私は海と陸を作られた天の神、主を恐れていますと言いました。10節。ヨナは水夫たちにこの旅行は娯楽のためです。実際私はニネベに仕事があったんですが、行かないことにしました。この旅行をすることで自分が神様から逃げていることは分かっています。と言っていたのです。でもヨナは彼らにあまり多くの情報を漏らしてはいませんでした。ヨナ書1章11から12節。彼らはヨナに言った。海が静まるために私たちはあなたをどうしたらいいのか。海がますます荒れてきたからである。ヨナは彼らに言った。私を捕らえて海に投げ込みなさい。そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう。分かっています。この激しい暴風は私のためにあなた方を襲ったのです。この男たちは自分たちがとても難しい決定をしなければならないことに気づいています。そして彼らはヨナにその決定をさせようとします。12節。ヨナは神様の御手がこのすべてのことの中にあること、そしてこの時神様が自分の人生の中で動いておられることを認めます。ヨナには嵐の問題の唯一の解決は自分をタルシッシュ行きの船から降ろすことであることが分かっています。神様はタルシッシュにではなく、ご自分がヨナに行ってほしい場所にヨナが行くように決めておられるのです。ヨナ書1章13節。その人たちは船を陸に戻そうと漕いだがダメだった。海がますます彼らに向かって荒れたからである。この異教の水夫たちは確かにこの時点で勇気な立場に立っています。彼らは異教徒ではありましたが、ヨナを船から海へ投げ込むようなことはしたくありません。全力を尽くして船を嵐の外へ出そうとします。船を陸地に戻すために力いっぱい漕ぎますが、戻すことはできません。この書の特にこの箇所では、この異教徒の水夫たちの方がヨナよりも有利な立場にいて、自分たちが立派な人間であることを確かに証明しています。ヨナ書1章14から15節。それで彼らは主に願っていった。ああ、主よ、どうかこの男の命のために私たちを滅ぼさないでください。罪のない者の血を私たちに報いないでください。主よ、あなたは御心にかなったことをなさるからです。こうして彼らはヨナを抱えて海に投げ込んだ。すると海は激しい怒りをやめて静かになった。この人たちの人生に起こっている変化を見てください。彼らは今、生ける誠の神に向いています。もちろん死に物狂いでそうしているのです。彼らはこれからしようとしていることで神様に許しを請うています。なぜなら他に選択肢がないからです。15節。このことで、この嵐が神様のご支配のもとにある超自然の嵐であったことが確かにわかります。ヨナ書1章16節。人々は非常に主を恐れ、主に生贄を捧げ、誓願を立てた。主を恐れることは知恵の始めであると聖書に書かれています。人々は非常に主を恐れと書かれています。彼らは自分の神を恐れたのでしょうか。いいえ、違います。海と地との創造主であるお方を恐れたのです。主に生贄を捧げと書かれているこの生贄はイエス・キリストを指し示しています。他に選択肢はありません。彼らはこれから自分たちは主に仕えますという誓願を立てました。この経験を通して彼らは今生ける誠の神様に立ち返ります。ですから、ヨナが船に乗っていたことによって起こった嵐によって、そして彼が船から海へ投げ込まれたことによって何か良いことが成し遂げられたのです。ヨナ書1章17節。主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは3日3晩魚の腹の中にいた。マタイの福音書12章40節にも次のように書かれています。ヨナは3日3晩大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も3日3晩地の中にいるからです。ただ重要なことは、この特別な出来事のために神様がこの魚を用意されたという事実です。ヨナを飲み込むために特別に用意された魚であるという意味で、私はこの魚は奇跡であると考えます。ヨナは3日3晩魚の腹の中にいたと書かれています。ここにはヨナは魚の腹の中で生きていたと書かれてはいないことに注目してください。ヨナ書のための私の時刻表をおさらいすると、1章ではヨナはイスラエルを出発し、目的地はニネベでしたが、彼が到着したのは魚の腹の中です。